はいどうも、皆さん元気してましたか？今日はですね、めちゃくちゃもうね、これこそフランス菓子というね、リクエストをいただきました。相変わらずマニアックですね。ありがとうございます。このお菓子、実はですね、有名なフェルナン・プアンシェフのスペシャリテのデザートなんです。フェルナン・プアンシェフ、彼はですね、1933年より死ぬまで三つ星を守り続けた伝説あもはやフランス料理界の神様とも言っていいほど偉大なシェフです。彼のレストランはフランスのリヨン郊外ビエンヌという町にありました。そのレストランには弟子としてポール・ボキューズ、アラン・シャペル、トロワグロ兄弟、今ではね、もう誰もが一度は聞いたことがあるとても偉大なシェフたちが弟子として働いていたんです。ここでもう一度フェルナン・プアンシェフの偉大なる功績を軽く紹介します。彼は1928年にミシュランで2つ星を獲得。その後1933年に三つ星を獲得して亡くなるまで三つ星を保持した伝説のシェフです。このお菓子リクエストいただいた後いろいろ調べまして、およそ70年それぐらい前のレシピを見つけることができて再現いたしました。味の方気になりますよね。でさて70年前一流レストランのデザート、さていかなるお味なのでしょうか。少しですね前置きが長くなってしまいましたが、ぜひ最後までご覧くださいませ。ということで皆様おはようございます。ケニさんです。今日のおやつはマルジョレーヌ。いやなんかこれ朝ドラですかで紹介されたみたいですね。まあ今でしたらねちょっとこじゃれたパティスリーなら見かけると思いますが、今回私はですねレストランパティシエということでこのとっても古典的なレシピを再現させていただきました。今回とってもマニアックな内容となっておりますが、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。それではまずガトーのベースとなる、土台となる生地を焼いていくんですが、ヘーゼルナッツとアーモンドプードルを軽くローストしておきます。ここでローストしておくことがこのお菓子をとても美味しく仕上げるポイントとなるので、皆さんぜひ気を抜かずここはしっかりと収めてください。ローストし終わったナッツ類に砂糖を混ぜて細かく砕いていきます。この砂糖と一緒にミキセすることによってナッツ類を細かく粉砕することができます。砕いたナッツ類をふるいにかけて目の洗い物はもう一度ミキセします。このノアゼット、ヘーゼルナッツですね。こちらとアーモンドは回しすぎますと油が出てきますのでご注意ください。ある程度粒が揃いましたら小麦粉を加えます。今回の小麦粉は T55 を使っております。日本の皆様は薄力粉をお使いくださいませ。では次にメレンゲを立てていきます。卵白がある程度立ちましたら砂糖を最低3回に分けて加え、さらにしっかりと立てていきます。メレンゲがしっかり立ちましたら先ほど準備した粉類を合わせて混ぜていきます。中心から外に向かって丁寧にしっかりと混ぜていきましょう。この混ぜるときにですね卵白のダマが残ってしまうこともあるかと思いますが、あまり神経質になる必要はありません。生地を伸ばしている間に混ざっていきますので、混ぜすぎて液体化しないように注意しましょう。これから生地を焼いていくんですが、合計で5枚必要になります。ということで、今回はですね全体量の5分の3を1枚、そして全体量の5分の2の分量を1枚作って焼き上げることにいたしました。焼き上がりの生地の目安は 2mm、 そして型の目安なんですが縦10センチ、横20センチ、高さ 4.5 センチのものを使いました。これを目安にしていただければと思います。分割し終わった生地を伸ばし終わりました
温度220度のオーブンでだいたい5分から6分間焼き上げます。生地が焼き上がりましたら、熱い間に紙から外します。これ冷めてしまいますと生地が乾燥してバリバリに割れてしまいますので、熱いうちに紙から外して型を抜いてください。こうやってグリルなんかを使って紙を外しますと、脆い生地なども楽に外すことができます。あとは印をつけて成形していきます。もう一枚の生地もしっかりといい感じに焼き上がりました。このマルジョレーヌ用のダックワーズはしっかりと色をつけてあげてください。焼いた直後は乾燥してバリバリに割れてしまいます。しかしですね、グラニュー糖の力によって生地が戻ります。これも後で説明いたしますが、冷蔵庫で1日戻す作業が入ります。この戻すっていうのはですね、生地を冷蔵庫の中で1日休ませます。この冷蔵庫で1日休ませることによってグラニュー糖が水分を吸収して生地が柔らかくなります。この作業のことを今回戻すと言っております。このせんべいのようにバリバリになってしまった生地もしっかりと冷蔵庫で休ませることによって生地が柔らかくなりますので、ご心配なく。続いてガナッシュクリームを作っていきます。このガナッシュクリームはですね、先ほど焼きましたダックワーズ生地2枚で挟んで、マルジョレーヌのガト上の部分と下の部分に使います。2セット分必要になっていきます。で、今回クーベルチュールのチョコレートのパーセントですが 70% のものを使いました。このチョコレートは好みですので、皆様お好きなパーセンテージ、お持ちのチョコレートのパーセンテージで大丈夫です。で、このガナッシュを作る時のコツですね、ケニさんおすすめのとっておきの必ず乳化するガナッシュの仕込み方を紹介させていただきます。湯煎でしっかり溶かしたクーベルチュールチョコレートに沸騰させた生クリームを少量加えて分離させます。チョコレートが分離したのを確認しましたら、生クリームを少しずつ加えてつなげていきます。こうすることによってとっても滑らかで口どけのいいガナッシュが仕上がります。ガナッシュを作るときはですね、実は特別な機械がありまして、空気を入れずに混ぜる機械というものが存在するんですよね。これが一番口どけがいいんですが、今回おすすめのこの方法はですね、それに負けないぐらいの口どけを再現できます。ガナッシュを先ほど焼き上げたダックワーズ生地に広げていきます。で、今回私ちょっとしたミスをしてしまいまして、今これ焼き面にねクリームをのせてるんです。ガトーの仕上がりを考えますと、この焼き裏ですね、この裏返した方にクリームをのせますとケーキがとても綺麗に仕上がりますので、よろしければ参考にしていただければと思います。ガナッシュクリームを塗り終わりましたら、ダックワーズ生地でサンドしてしっかりラップして冷蔵庫で休ませます。残りの1枚の生地もラップして冷蔵庫でしっかり休ませましょう。では次にクリームを作っていきます。今回は2種類作っていきます。生クリームに砂糖を加えて6分立てまで立てていきます。そこに厚く溶かしたバターを加えて一気に混ぜていきます。この立てた生クリーム結構緩いんですが、これ以上混ぜてしまいますとバターになってしまいますのでご注意ください。もう一つのクリーム、プラリネクリームを仕込んでいきます。プラリネペーストに生クリームに砂糖を溶かしたものを加えて伸ばしていきます。プラリネなんですかって思ったそこのあなた、私のチャンネルで作り方を説明しておりますので、よかったらそちらも遊びに来てください。
こうやってプラリネをほぐして生クリームの中でプラリネがダマにならないように準備しておきます。ほぐしたプラリネを生クリームに加えて6分立てまでクリームを立てていきます。生クリームがある程度立ちましたら、熱々に溶かしておいたバターを加えてしっかりと混ぜていきます。混ぜすぎてバターにならないように注意してくださいね。それではガトーを組み立てていきます。冷蔵庫で休ませた生地を底に敷いてクリームをのせていきます。まずはプラリネクリームの方から。これね、もし間違えて逆になってもパニックになる必要はありません。どちらが最初でも同じです。空気が入り込まないように丁寧にクリームをして広げていきます。ここで守るべきことはクリームの上にクリームを乗せていくこと。こうすることによってガトーの中に空気の巣が入らないようにすることができます。プラリネのクリームをある程度伸ばし終わりましたら、5枚目の生地を乗せてしっかりと冷凍します。クリームがね、しっかりと固まったんで、型から抜いていきますが、今ね、これバーナーで炙っておりますが、刃の薄いナイフやパレットなんかで切り目を入れて抜くこともできます。あとドライヤーでね、抜くこともできますので、よかったらそちらを使って抜いてみてください。型から外したガトーは冷凍庫で一度保管しておきます。さらにもう一段、クリームのナチュラルの部分ですね、こちらを組み立てていきます。先ほどと同じように空気が入らないようにクリームを広げていきましょう。クリームを広げるコツはですね、クリームでクリームを押す、このイメージを持って広げていきましょう。そうすれば空気が入ることを防ぐことができます。クリームが広がりましたら、先ほど準備しておいたガトーをのせます。これもしっかりと冷凍庫で固めておきます。ガトーを冷凍庫で固めている間にチョコレートで飾りの部分を作っていきます。ガナッシュで使ったチョコレート、同じパーセントのチョコレートをおろし金で細かくおろします。ガトーがしっかりと固まりましたので、バナーで煽って型から外していきます。ここで先ほど準備したチョコレートフレークをガトーの側面につけていきますが、これ私ね、パレットで不器用な感じにつけてますが、実は体温が高くてチョコレートが溶けてしまうのでこうやってます。体温でチョコレートが溶ける心配のない方は手で直接つけていただいても大丈夫ですよ。側面にきれいにチョコレートでデコレーションできましたら、あとは粉糖で飾って出来上がり。クラシックなレシピにのっとり、ビエンヌの街にあるピラミッドを模して飾りにしました。あとは試食が待ち遠しいですね。それでは皆様お疲れ様でした。
それではいただきます。クリームがすごく軽やかですね。まずこれね、一口目の感想なんですが、見た目から想像できないぐらい軽いです。じゃあ下のプラリネのクリームの方もちょっといただきますかね。こちら。もうこれも軽いですね。ダックアースっていうんですか、この生地があんだけ硬かったんですけど、こうやってねクリームとサンドすることによってしっとり仕上がってます。じゃあちょっとね、今度はクリームと全て一緒にいただきますか。もうとてもバランスがいいです。クリームを食べた時の軽やかさにまずびっくりして、その後に、生クリーム使った生クリームの香りとバターの香りがきます。そしてプラリネの香りと味がきて、で最後にチョコレートがきれいに流していく感じですね。美味しいです。もうバランスが素晴らしいですね。さすが死ぬまで三つ星をね維持してきたレストランのスペシャリティです。これは美味しいですね。フランスではね、日本とは違ってあまり生クリームの種類がなくて、この 30% というものが一般の、スーパーで買えるものなんですが、これ日本で再現するとしたらできるだけ脂肪分の少ないものを、生クリームを選んで作ってほしいですね。でバターを使ってクリームの形を維持してますので、もしねこれゼラチンに変えてしまうとこの口どけ感は味わえないと思うんですよ。そのバターにしてしまいますと、どうしてもねこのブティックとかで売ることはできずに、こういった感じでデザートという感じで提供するしかないと思うんですけども、デザートを提供しているお店の方がいましたら、ぜひ真似していただきたいですね。でこれ日本で再現するとき、脂肪分の少ない生クリームでゼラチンを使わず再現してほしいです。でないとこの食感と軽やかさは味わえないと思いますね。今あるんですかね、 30% で買える生クリーム。私が日本で仕事してた時は 32% か 35% はの生クリームがあったと思うんですけども、32% 手に入ればそちらで再現していただきたいですね。今回もですね、私の動画に興味を持っていただき、最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよろしければ次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様お疲れ様でした。